こんにちは。人生を自由に生きるための人生レシピです。どうぞよろしくお願いいたします。本日はダブルバインドについてお伝えさせていただきます。ダブルバインドという言語を見てみると、ダブルは二重と訳せます。バインドは拘束です。言葉的には二重の拘束という意味になります。ダブルバインドを一口で説明すると、一つのメッセージの中に真逆のメッセージが存在するコミュニケーション状態のことになります。ダブルバインドは意図せず知らずに愛する人を精神的に追い詰めてしまう、ある意味とても怖い結果になる可能性がある、そういう重要な問題が秘めているということになります。ダブルバインドを心理学的に説明すると、矛盾する2つのメッセージを与えられたものがどうしたらいいのかわからなくなり、精神的に追い込まれる状態、異常なコミュニケーションを異常と思わせなくしてしまう状況になります。ダブルバインドの被害者的な方は、自分が悪いとなぜか思い込んでいる方が多い傾向にあります。それはなぜかというと、一つ一つの要求は実に正当のように見えてしまうからです。一つの事例を挙げてみましょう。一つの問題点が隠されています。多分これ普通に聞いてても気がつかないと思いますよ。それほど普通のご家庭に知らずと入り込んでいます。今から事例をお話ししますので、何が問題という観点で聞いてくださいね。3人のご家族で、ご夫婦とお子様は幼稚園の年少さんです。とても幸せそうなご家庭を想像してくださいね。お母様はとても優しくて、子育てに熱心で、ご両親ともにお子さんをとても愛されています。ドラマに本当に出てくるような理想のご家庭に見える素敵なご一家です。お母様は子供をちゃんと育てたいと願っています。食事を始めていて、少し経ったところでお子様がポロポロと食事をこぼし始めました。ほら、英子ちゃん、きれいに食べようね。はーい、とても素直です。お父さんは新聞を見ながら、いい朝だな、幸せな家庭っていいな、なんて考えています。ふとお母さんが時計を見ると8時になっています。あら、もう8時よ。幼稚園バス来ちゃうよ。英子ちゃん、早く食べなさい。と言うと、子供は慌てて食べますが、きょとんとしています。お父さんは、おっと、もうこんな時間、早く行かなくっちゃ、と慌てて新聞を閉じる。普通にある光景に見えませんか？さて、何が問題だったのでしょう。きれいに食べなさいというと、動作はゆっくりになりますよね。早く食べなさいというと、動作は早くなる。言葉ではなく動作を見たらわかります。動作はほぼ同時にゆっくりと早くという真逆の要求をしています。これがダブルバインドです。ここでどう思いましたか？そんなん普通のことでしょと思った方は要注意ですよ。一つずつの要求を見ると何も違和感はないと思います。むしろちゃんとしつけを優しく行っており、好感度さえも高く見えませんか？こういうことはごく普通のご家庭でもあるのではないでしょうか。ダブルバインドは特殊なご家庭とか偏った思考のご家庭に起こるものではないということを理解してほしいなと思います。ごく普通のご家庭に起こっている点で、ある意味とても重要な問題が隠されていると言えます。このダブルバインドを1回ではなく普段から同じように繰り返されていると、どうなるかというと不安になります。だって真逆の要求を一度に言われるからです。それも愛する方から言われると、自分のことを思って言ってくれているのがちゃんと分かっています。だから自分が悪いんだという思考が生まれてしまうのです。
その相手から期待に応えたいと真面目に思えば思うほど、どうしたらいいのかわからなくなってしまって、自分を追い詰めてしまうという結果になります。それを一定期間続けられると、精神的に追い込んで精神に支障がきたしてしまう。だからこそぜひに知ってほしい人生レシピの一つなのです。愛する人だからこそ理解をしていないと、後で後悔することになっては大変なことになりますものね。じゃあどうしたらいいの？でもちゃんと食事マナーはきちんと教えたいですよね。すごく大事なことですよね。一度にやるからダメなんです。まして幼い子にこの両方は無理です。優先順位をまず決めましょう。きれいに食べることと早く食べること、どちらを先にしつけたいですか？では、きれいに食べることを優先したとしましょう。きれいに食べると動作はゆっくりになるのでしたね。声掛けとしてきれいに食べる練習をしてみようか。最初はゆっくりでもいいからね。でもきっとできる。頑張ってみよう。そして1週間はそれだけをやりましょう。きれいに食べるようになったことを確認して褒めてください。褒めるのはとてもとても大事なことです。晴れてきたら次の要求をします。できたね。やればできるようになったね。そしてこれを繰り返します。早く食べることをしつける。そして動作は早くなるんでしたね。きれいに食べれるようになったし、今度は少しずつ早く食べれるように練習してみようかとプラスをします。そしてできるようになったら、少しずつでもできたことを褒めてあげてください。できたね、やっぱり頑張ればできる子ね、すごいわということで繰り返してあげます。きれいに食べれて、しかも早く食べれるようになったわね、すごいすごい。こんな感じでね、褒めてあげてください。表にするとこんな感じです。まずは優先順位を考えます。きれいにまずは食べさそうということであれば、きれいに食べるということだけに焦点を持ってきて教えてあげて褒める。5歳ぐらいまでのね、お子さんであれば、せめて1週間は安定してできるようになったことを確認して、慣れたら次の段階に行きましょう。次は早く食べるということでした。前回のきれいに食べるということにプラスします。別々にしてしまうときれいに食べるが飛んでしまいますからね。徐々にスピードアップする方がいいですね。段階を踏んであげましょう。この時のポイントは、できたことを確認しながら確立させていくということです。いきなりできたからといって焦って次に行ってしまうと、だからダブルバインドになってしまうのです。ある一定期間置いてできたことを確認してから次のステップに行くというようにしていただくと、うまく達成していくと思います。できた時に褒めること、これがご褒美になります。何かしんどいなとかうまくいかないなという時は、自分に対してダブルバインドをしていないか確認してみたらいいと思います。普通の要求をしているようですが、ちゃんと考えるとダブルバインドをしていることが多くおられます。例えばこのような方がおられました。この方はとても真面目で考え込んでしまうタイプです。3ヶ月の有期の職業訓練の生徒です。私は自分のペースでパソコンを習得したいので、周りの方に振り回されたくないですから、ゆっくりパソコンを習得したいです。マイペースでパソコン習得したいです。だけど私は離婚したいと思っているので、子供を一人で育てるために収入を多く得る必要があります。だからここで資格もたくさん取得して高収入を得たいです。ゆっくりやりたいという希望がある。資格をたくさん取得したいという希望が出てきました。これね、一つずつ分けて考えるとごもっともな言い分に見えますよね。だけど3ヶ月の期間限定、そういう訓練においてどうでしょうか。ゆっくりやりたいという希望を叶えれば、人より習得する数は当然少なくなりますよね。
資格をたくさん取得したいという希望は、勉強をたくさんしなければ資格は合格しませんのでね、習得すべき数が多くなります。完璧にダブルバインドをしています。真逆の要求です。そして同じ人ですが、労働条件を確認していると、私は子供が小さいので帰ってくるときには家にいてあげたいのです。まだ低学年なので、もう3時には家にいてあげたいのです。でもシングルマザーとして子供を育てないといけないので、お金がどうしても必要なのです。お稽古もさせたいですし、塾にも行かせたいのです。どうでしょう。これもダブルバインドです。正社員ではこの条件はありえませんよね。パート時給で計算すると、働く時間を少なくゆっくりしたいのであれば、働く時間が少なくなるので、当然給料は少なくなります。お金がいる時期なので、高収入が必要であれば、仕事の時間数が多くなる。これもダブルバインドをしています。なんと1回のお話で2つのダブルバインドが見つかったことになります。それはしんどいですよ。もう本当にね、顔もずっとなんかどんよりしたようなお顔をされてて、これなんだなと思いました。この方にね、後で聞いてみたのですが、お子さんも自分も後天的な精神疾患があると告白してくださいました。このダブルバインドだけが原因だとは言いません。でもこのダブルバインドをね、しっかりお伝えさせていただいて、ご理解された後ですが、涙を流されて、しんどかった原因が分かりましたと言われ、そこからね、相談を重ねて、徐々にですが症状も軽くなってきたという事例がありました。ダブルバインドの場合、どちらの優先順位が高いですか？願望がたくさんあって悪いわけでは決してありません。ただやり方がね、あります。真逆の要求の場合、両方一緒にやろうとするからダブルバインドが発生します。一つ実現化して次の目標を頑張る。できたら褒めてあげる。自分にもぜひね、褒めてあげてくださいね。そうすると脳が喜んで、もっと頑張ってくれる脳を作っていくチャンスでもあります。ぜひ自分にもね、褒めてあげてください。なんか最近しんどいな、なんかがんじがらめになってるなとか、不安とか出てきたとしたら、自分の要求をまず紙に書いてみましょう。考え方ややり方を変えてみましょう。思い煩うより分けて行動した方が楽な時もありますからね。職場でのダブルバインドをちょっと考えてみましょう。今ではね、モラハラというようになってきましたが、ハラスメントの一つとしてダブルバインドも挙げられるようになってきました。先日、元訓練生からのご相談内容です。完璧なるダブルバインド炸裂でしたよ。A さんはとてもね、真面目で、もう性格もとても良くて、きちんと仕事をしたいと、とても一生懸命な方です。もう私が知ってる明るい A さんとはもう全く別人のようにね、ドヨーンとしてる感じで、とてもね、お辛そうでした。ほうれん草のね、一環としてお伺いを立てようとすると、そんなの確認しなくてもわかるだろう。いちいち相談せずに自分で判断しろと言われ続けて、仕方なく自分で頑張って仕事をしたそうです。そしたら確認せずにミスをしたということで、なんで確認しないんだよ、勝手に行動するな、なんで相談しないんだということで、否定的な言葉を浴びせ続けられたそうです。こういう時の対処法としてね、いろんな考え方はあると思います。上司がいい人であるなら相談という手もありますが、こういうダブルバインドをしてくる人ですからね、いい話し合いができそうにもなさそうですよね。やり返すという方法でいきます。ダブルバインドでやり返します。ただ一つポイントとして、誰か第三者がいる場所でやってくださいね。承認が必要ということです。そういう人はね、逃げちゃうからね。逆に相談するときにプラン A とプラン B を考えましたということで持っていきましょう。
そしてどちらのプランで進めばよろしいでしょうか。何々課長ご指示くださいと言ってみましょう。じゃあ A だなと言えば、ご指示いただきありがとうございましたと必ず言ってください。それで A で仕事を進めますよね。それで結果 A でなければ誰の責任ですか？ちゃんと先ほどご指示くださいねと言いましたね。皆さんのたくさんいる場所で言っています。そしてご指示いただきありがとうございますとも言いました。それは誰の責任？上司の課長の責任になりますよね。以降こういったことはなくなると思います。ご自分の身は自分で守る必要があるので、しっかりね防衛策も練ってお仕事していただきたいなと思います。親からのダブルバインドも大変多い事例です。ある意味呪いをかけられている状態とも言えます。しかも洗脳されている状態にもなりますので、自分の脳の中に無意識で行動規制をかけてしまいます。特に日本人は本音と建前が違うのでかかりやすいと言えるでしょう。親が真逆の要求に気がついていない。イエスと言いながらノーと言っている。それを繰り返して日常行われると、子ども自身は精神障害の兆候が見られるようになります。人生が不安になり混乱する、そういう結果になります。繰り返し繰り返しダブルのメッセージを受け取り続けていると、無意識に人生が行き詰まるという方が大変多いです。しかも親からなんとかちゃんはできているのにあなたはなぜできないのと責め立てられる。どこに行き場を持っていったらいいの？そうしているうちに自分の存在価値さえも見失ってしまうことになります。だけどほとんどの親は自分が愛する我が子にダブルバインドをしていることさえ気がついていません。自分がされている場合は親に頑張って言ってみましょう。何もあなたが悪いということは全くないですよ。ただ自分は今苦しいという状況を伝えなければ相手には理解してもらえません。自分でダブルバインドをされていて自分は苦しいということを親に言う方がいいと思います。それをね言えない場合はぜひねこの動画を見てもらってください。ただたくさんのカウンセリングをしているで共通することは、ダブルバインドをしている親御さんは普通よりというと言い過ぎかもしれませんが、すごくその対象者ね子供を愛しているということ、これは間違いない事実です。子供をね愛さずにネグレクトであれば無関心となりますよね。逆なので、ちょっとやり方は違うとはいえね、すごく愛してるっていうことは間違いない事実ですよ。ただ伝え方を知らなかっただけです。ちょっとした些細なボタンの掛け違いなど障害を負うほどのね事態に発展しかねないダブルバインドでもあります。軽く見ないでね、親御さんのためにも将来のご自分のためにも勇気を出して言ってみてください。私は仕事で何度もね親御さんを呼んで代わりにその方の代弁をしてあげたりお話をさせていただきました。100% の親御さんが涙されて、そういうつもりは全くなかったこと、そして子供がつまずかないようにと思って先ね回ってあれこれ言ったことを言われます。その後ね三者面談をして親子の修復をしていきます。以降はとてもいい親子関係になっておられて、親御さんに決して悪意は全く本当にないんですよね。これは言い切れます。ダブルバインドの悪用することも実はできるんです。悪用注意ということでぜひ知っておいてくださいね。ダブルバインドは人の心の奥まで土足で立ち入る手法でもあります。簡単に人の心の奥底まで入ることが逆に言うとできてしまう手法でもあります。相手に悪意があっても気がつかないのです。その点をね踏まえて次のことを考えてみましょう。例えばデートでお誘いのシーンです。明日映画に行く？それとも海に行く？これはね
行くか行かないかという選択を飛び越えています。いわば当然行くのが当たり前、行くのが前提となっているんですね。もしかしたらこれをされた彼女さんはなんかぐいぐい引っ張ってくれて、なんか男らしくていいわと思うかもしれませんが、でもこれがね、離婚の原因になる方が本当多いんですよ。一つのダブルバインドをする人は気がついてないのでどんどんやってきます。当たり前のように毎日これを浴びせ続けます。それも相手に良かれと思ってどんどんやってくるので、余計に立ちが悪いと言えます。営業マンでもこのタイプの方が時々おられます。アポ取りの電話やメールで会うとも言ってないのに勝手に会う前提でお話をされて、何月何日と何日ではどちらがいいですか、これをやられると私はその会社自体をシャットアウトします。土足で入る言動と言えます。ダブルバインドの悪用注意をもう一つ。これは営業テクニックでもありますので、引っかからないようにしてくださいね。例えばパソコンの売り場でキョロしているお客さんがいます。店員さんが何かお探しですかなんて声をかけられたらどこかに行かれてしまいますよね。これはダメな、営業セールスですね。腕利きのセールスマンであれば、パソコンですか、それともパソコンの周辺機器をお探しですかと2択にします。どんなパソコンを買えばいいのかわからなくって、でも今日はね見に来てるだけなので見てるだけですと言います。誰でも最初はそうですから大丈夫ですよと営業マンは優しく言います。見るだけで今日は全然大丈夫ですよ、皆さんそうですからねとさえ言います。腕利き営業マンがどんどん質問をしていきます。例えば、誰がお使いになられる予定ですか？私と主人です。だからそんな高いものはいらなくって。では、お仕事で使われますか？それとも趣味でしょうか？すると、携帯でもいいのですが、旅行の計画を立てたいなと思いまして、と言いますね。仕事とかで使うわけでもないので、高価なパソコンは必要でなくって、と言ったとしますね。であれば、こちらの A パソコンは15万円で B パソコンは8万円のタイプが主流となっておりまして、どちらかがパソコンがおすすめと思うのですがどうですかと言いますね。そうすると安い方の B にしますとなぜかなってしまうのです。買うつもりがなかったのに誘導につられて買ってしまうパターンになります。8万円のパソコンは今の時代で言えば高いパソコンですよ。そんな全然必要じゃないですよ。この方はこのテクニックで自分自身で決断して選んだという納得感で購入されている。買わされたと思わせないテクニックの一つになります。買わされたというのはこれでいいですよとか製品を持ち上げて、このパソコンはこうでああでとてもすごくいいんですよ、だからこれはもうすごいおすすめですよみたいに言われると被害者意識になってしまうのですけれども、自分が選んでいるので被害者意識にはならないのです。ダブルバインドテクニックで購入すると買わされた感が全くなく、自分の意思で購入を決定して、自分の意思で購入したという違いがあります。証拠たくましいねセールスマンもいるのでお気をつけくださいね。ダブルバインドは知らずにね、パワハラや虐待にもなりかねない問題でもあります。そして今や営業のテクニック、手法にもなっているので、ぜひ知っていただいてご自分の人生を大事にしていただきたいなと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。ご縁に感謝です。人生を自由にするためのレシピをたくさん紹介していきます。自由に生きていきたい方をいっぱいにしてお互いに相乗効果を出していきたいと思っています。チャンネル登録だけしておいてくださいね。またその時にご案内ができるかと思います。ミラクルを起こしていきましょう。では次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。感謝です。